皆さんこんにちは、フジロクです。今回はメープルシフォンケーキを作っていきましょう。まずはじめに卵を割っていきます。卵は冷たいものを用意してください。シフォンケーキは卵黄と卵白を分けて泡立てるのですが、卵黄と卵白を分けるこの作業の時に卵が冷たいと卵黄が割れにくくなります。必ず冷蔵庫で冷やした卵を分けるようにしてください。17センチのシフォン型で焼く場合は卵黄が3つ、卵白が4つになります。その他のサイズで作る場合は概要欄にレシピが記載してありますので、そちらをご確認ください。それでは卵黄の中にきび砂糖とメープルシロップを入れて泡立てていきましょう。メープルの香りをもっと強く出したいという方はきび砂糖をメープルシュガーに変えて作ってみてください。ハンドミキサーの中速で3分から5分泡立てるとこのように白っぽくふんわりとします。生地を作ってみて垂らした時にしっかりと文字が書けるぐらいの硬さになるまで泡立てましょう。続いて太白ごま油を少しずつ加えていきましょう。太白ごま油がない場合は米油などできるだけ質のいい油を加えてください。油は一気に加えると分離する原因になるので、必ず少しずつ加えるようにしてください。ハンドミキサーは低速で泡立てるようにしましょう。泡立てすぎると逆に分離してしまうことがありますので、必ず低速で泡立てるようにしてください。それではこの中に牛乳を加えていきます。牛乳を加えてからはハンドミキサーのスイッチをつけずにこのようにぐるぐると混ぜてください。スイッチをつけてもいいのですが、液体が飛び散ってしまうことがあります。軽く混ざれば続いて粉類を中に入れていきましょう。薄力粉、強力粉、ベーキングパウダーをふるい入れていきます。強力粉が入ることによって型崩れが起きにくい、そして手で外すことができるシフォンケーキになりますので、必ず強力粉は入れるようにしてください。続いて卵白を泡立ててメレンゲを作っていきましょう。ハンドミキサーの中速で泡立てていきます。これぐらい泡立ったらきび砂糖の3分の1を加えてさらに泡立てていきましょう。2回目のタイミングがこれぐらいです。先ほどより少し泡立ったらきび砂糖を3分の2加えてさらに泡立てていきます。3回目のタイミングがこれぐらいです。先ほどより少し泡立って立体的になればきび砂糖を全部入れてさらに泡立てていきましょう。それではメレンゲができたかどうかチェックをしてみましょう。このようにハンドミキサーを一度止めてぐるぐると混ぜ、真ん中を少しゆっくり持ち上げてください。角がピンと立てば完成です。完成したらハンドミキサーを低速にしてキメを整えていきます。低速でおよそ1分泡立ててきめ細かいメレンゲを作りましょう。それでは卵黄生地と合わせていきます。卵黄生地にメレンゲの3分の1を加えて泡立て器で切るようにして混ぜ合わせていきます。混ざりきる一歩手前で2回目のメレンゲを加えてさらに混ぜ合わせていきましょう。混ざりきる一歩手前で3回目のメレンゲを加えていきます。
メレンゲが混ざったら泡立て器からゴムベラに持ち替えて、そこの混ざっていない部分をきれいに混ぜ合わせていきましょう。ゴムベラで混ぜるときはぐるぐる混ぜるのではなく、このようにひらがなのの字を書くように底の生地を表に持ってくる、ひっくり返して混ぜるような混ぜ方をすると泡が潰れませんので、必ず切るようにひらがなのの字を書くように混ぜてください。生地がきれいに混ざったら型に流し入れていきましょう。シフォンケーキは必ずこのようなアルミの型で焼くのをおすすめします。紙の型で焼くとどうしても火が入りすぎてしまって周りが硬くなってしまいます。アルミの型で焼くと一番ふんわりと焼けますので、必ずアルミ型で焼くようにしてください。生地が全部流れたら竹串で生地を整えてトントンと空気を抜いて、そして170度に予熱したオーブンで40分焼いていきましょう。シフォンケーキのよくある失敗で底上げというのがあるのですが、底上げをしないためにも予熱は20分以上、そして天板ごと予熱をしてみてください。底上げ防止になります。シフォンケーキが焼けたので取り出していきましょう。このようにシフォンケーキの型と同じ高さになれば成功です。膨らみすぎている場合、キノコのような形のシフォンケーキあると思うのですが、あれはメレンゲが泡立てすぎた状態になります。泡立てすぎもいいのですが、少し中がスカスカとした印象になるので、型と同じ高さぐらいを目指して作ってみてください。焼けたシフォンケーキは逆さにして冷ましてください。粗熱が取れたら手で外してシフォンケーキを取り出していきましょう。薄力粉だけのレシピであればこのように手で外すことは難しいのですが、私のレシピには強力粉が入っています。強力粉が入っているシフォンケーキはこのように手で外せますので、皆さん怖がらずにぜひやってみてください。それではカットしていきましょう。今回のメープルシフォンケーキはいつもより水分が多めになっています。底上げしやすい、腰折れしやすいシフォンケーキになっているので、できるだけメレンゲはいつもより固めに泡立ててみてください。私も試作で作った時は腰折れをしてしまったんですね。メレンゲが緩かったのが原因だと思いました。2回目はしっかりメレンゲを立てたらこのように綺麗なシフォンケーキになったので、皆さんお家で作る時はいつもよりメレンゲ固めとしっかり覚えておいて作ってみてください。はい、ということでメープルシフォンケーキが完成しました。今回のメープルシフォンケーキ食べ頃ですが、冷蔵庫で3日寝かせてから食べてみてください。すごく水分の多い配合になっているので、寝かすほどしっとりします。なのでしっかり寝かせてからこのようにデコレーションして食べてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。